こんにちは。今回はフリーキャドの練習用に石鹸置きを作ってみます。スケッチしてパッドで立体にしてポケットで削る。この3つの基本操作は慣れましたでしょうか？次のステップは作った形状の仕上げです。フィレットは角を丸める機能、面取りは角を削る機能です。さて、この機能の目的は大きく3つあります。1つ目は安全性です。尖った角を丸めることで手に持った時に怪我をしないようにします。2つ目は強度と清潔さです。角を丸めると衝撃に強くなり、汚れもたまりにくくなります。そして3つ目は見た目の美しさです。角を削るだけで一気に本物の製品のような高級感が出てきます。ただし、この機能には大事なルールがあります。それは全ての形を作り終えてから最後に適用するということです。フィレット、面取りを一番最後に使うことがフリーキャドで失敗しないための鉄則です。それではここから実際に操作していきます。動画と同じように一緒に操作してみてください。早すぎる部分は適宜一時停止やスロー再生でご覧ください。それでは始めましょう。まずは石鹸置きのベースとなる本体の四角形を作ります。パートデザインワークベンチになっていることを確認してください。パラメトリックボディをクリックしてください。新しいスケッチが表示されるのでクリックします。次にアタッチメントを選択、項目が表示されます。今回は上から見た状態で作図しますので XY 平面を選んで OK ボタンをクリックしてください。スケッチ画面に切り替わりました。当動画ではグリッドスナップ機能を使いますので、設定を行っていない方はスパナーアイコンをクリックしてください。グリッドを表示、グリッド間隔を自動調整、グリッドにスナップをチェックしてください。では四角形ツールを選びます。原点を支点にして四角形を1つ描きます。画面上に横サイズと縦サイズの数値入力ボックスが表示されます。横サイズを 90mm と入力してください。縦サイズを 120mm と入力してください。これが石鹸置き本体の外形となります。では閉じるボタンでスケッチを閉じます。もし閉じた後の画面がモデルになっていない場合はモデルに切り替えてください。モデルツリーで今作ったスケッチが選択されていることを確認してください。次にカットアイコンをクリックしてください。長さを 20mm に設定して OK ボタンをクリックしてください。これで本体の元となる立体形状ができました。続いて石鹸を入れるくぼみを作ります。立体上面を選択してスケッチアイコンをクリックします。ここで四角形ツールを選びます。グリッドを見ながら視点を合わせます。X、Y が 10mm、10mm のポイントでクリックしてください。横サイズ 70mm、縦サイズ 100mm と設定してください。閉じるボタンをクリックします。ポケットアイコンをクリックして長さを 15mm に設定して OK ボタンをクリックします。これで石鹸を入れるくぼみができました。続いて水がたまらないように水抜き用の穴を開けます。石鹸を入れるくぼみの底の面をクリックしてください。スケッチアイコンをクリックします。四角形ツールを選びます。グリッドを見ながら視点を合わせます。X、Y が 40mm、30mm のポイントでクリックしてください。横サイズ 10mm、縦サイズ 60mm と設定してください。閉じるボタンをクリックします。ポケットアイコンをクリックしてタイプを貫通に設定して OK をクリックしてください。これで水抜き用の穴ができました。次に石鹸置きが安定して置けるように裏側に足を作ります。3D ビューでモデルをひっくり返して2面を選択してください。スケッチアイコンをクリックします。四角形ツールを選びます。グリッドを見ながら視点を合わせます。X、Y が 10mm-10mm のポイントでクリックしてください。横サイズ 10mm、縦サイズ 100mm と設定してください。閉じるボタンをクリックします。
ではパッドアイコンをクリックしてください。長さを 5mm に設定して OK ボタンをクリックしてください。片方の足ができました。もう片方の足も同じように作ります。尾面を選択してください。スケッチアイコンをクリックします。四角形ツールを選びます。グリッドを見ながら視点を合わせます。X、Y が 70mm、-10mm のポイントでクリックしてください。横サイズ 10mm、縦サイズ 100mm と設定してください。閉じるボタンをクリックします。ではパッドアイコンをクリックしてください。長さを 5mm に設定して OK ボタンをクリックしてください。もう片方の足ができました。ここまでで石鹸置きの基本形状が完成しました。ここから今回の動画の本題であるフィレットと面取りを使った仕上げ作業に入ります。実はフィレットや面取りはフリーキャドが少し苦手な処理の一つです。そのため少しコツを押さえて操作することが大切です。ということで実践の前に初心者の方が必ずと言っていいほどハマってしまう3つの注意点をお話しします。1つ目、エッジの選択は慎重に。フィレットや面取りを適用するとき、うっかり違うエッジや面をクリックしてしまうことがあります。意図しない角が丸まってしまって形状が壊れることがあります。必ず丸めたいエッジをコントロールキーを押しながら1本ずつよく確認しながら選んでいきましょう。選択が終わった時、間違って選択していないかぐるっと回転して確認してください。2つ目、グループ分けの法則です。慣れないうちは全ての角を一気に選択したくなりますが、これは失敗のもとです。もし1箇所でも計算できない場所があると、どこが原因でエラーになったのかわからなくなってしまうからです。そこで例えば内側のグループ、外側のグループというように小さな単位で1回ずつ確定させていきましょう。またグループごとに作業する際は大きな丸みから先に小さな丸みは後から適用するのが計算エラーを防ぐコツです。失敗しても原因が特定しやすい場所から順番に進めていきましょう。3つ目、欲張りすぎは禁物です。例えば厚みが 5mm しかない場所に半径 10mm のフィレットをかけることはできません。物理的に削れる量を超えてしまうと形がぐちゃぐちゃに壊れたりエラーメッセージが出て適用に失敗したりします。フィレットは形によって計算がうまくいかないことがあります。もし切りの良い数字でエラーが出た時は 0.1mm だけ小さくしてみてください。それだけで計算がうまくいくことが往々にしてあります。フリーキャドのご機嫌を伺いながら少しずつ数字を調整していきましょう。形状がおかしくなったり途中でエラーが出たら今やった操作だけをキャンセルしてください。焦らず一つ一つのグループを完成させていきましょう。それでは実際にこの石鹸置きをきれいな形に仕上げていきましょう。ここから一気に製品っぽい形になります。まずは石鹸を入れるくぼみの底面のエッジを選択します。コントロールキーを押しながらエッジを4つ確実に選択してください。ここを丸めると汚れがたまりにくくなります。まずはここだけで一旦確定させましょう。選択が終わったらぐるっと回転させてちゃんとエッジが選択されているかチェックしてください。確認が終わったらフィレットアイコンをクリックしてください。ここでは半径を 10mm に設定します。 OK ボタンをクリックしてください。石鹸を入れるくぼみの底面が丸く滑らかな形状になりました。続いて石鹸を入れるくぼみの上面のエッジを選択します。コントロールキーを押しながらエッジを4つ確実に選択してください。石鹸を取り出す部分が滑らかになります。選択できたら一度モデルを回して選び間違いがないか見ておきます。確認が終わったらフィレットアイコンをクリックしてください。半径を 4mm に設定します。 OK ボタンをクリックしてください。石鹸を入れるくぼみの上面が丸く滑らかな形状になりました。今度は手に触れやすい外側の縦のエッジを丸めて持ちやすくします。同じくコントロールキーを押しながらエッジを4つ確実に選択してください。ここはエッジを選択しやすいと思います。選択できたら一度モデルを回して選び間違いがないか見ておきます。確認が終わったらフィレットアイコンをクリックしてください。
半径を 10mm に設定します。 OK ボタンをクリックしてください。本体側面が丸くなって一気に製品っぽくなりました。次に本体上面の縁の面にフィレットを適用します。面を1つだけ選択してください。フリーキャドでは面を選択するとその面につながるエッジにフィレットが適用されます。もし意図しない部分まで丸まってしまった場合はエッジを1本ずつ選択する方法に切り替えてください。余計なところが選択されていないかチェックしてフィレットアイコンをクリックしてください。半径を 4mm に設定します。 OK ボタンをクリックしてください。本体上部はほぼ丸くなりました。もしエラーが出る場合はさっきと同じようにエッジを1本ずつ選んでみてください。最後に足の部分を面取りを使って仕上げましょう。裏側の足の面をクリックして選択してください。面取りアイコンをクリックしてください。サイズを 4mm に設定して OK をクリックしてください。足の接地面が細くなって見た目もスマートになりました。もう片方も同様に足の面を選択してください。面取りアイコンをクリックしてください。サイズを 4mm に設定して OK をクリックしてください。これで石鹸置きモデルが完成しました。いかがでしょうか？水抜きのスリット部分も斜めに削りたいところですが、石鹸を入れるくぼみ部分が複雑な丸みがついている状態です。この複雑な丸みがついた状態からさらに形状変更を行うとエラーになりやすくなります。今回はモデルの安定性を優先してこのまま完成としましょう。お疲れ様でした。今回はフリーキャドの練習用のモデルということでフィレットと面取りを使った石鹸置きを作ってみました。最初はただの角張った箱でしたが、丁寧な仕上げの作業を加えることで手触りが良くなり見た目も製品らしくなりました。フィレット、面取りは基本的には形状を作り終えた後最後に適用する仕上げ機能です。形をしっかり作ってから最後にヤスリをかける、装飾するという順番を守りましょう。もしフィレットをかけた時にエラーが出た場合、今の形状ではこれ以上の加工は無理というフリーキャドからのサインだと思ってください。そんな時は今回の3つの注意点を思い出して数字を小さくしたり、もっと手前の工程からやり直したりしてフリーキャドが計算しやすい形を探ってみてください。また例えば背景映像のように石鹸がこびりつかないように突起をつけたり、4つ足にして水はけを良くしたり工夫してみてください。ぜひ同じモデルを実際に作ってみてアレンジにもチャレンジしてみてください。フリーキャド超入門講座はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。